皆さんこんにちは、石野花宝です。今回は持ってるだけで生産性が上がる書道の無料アプリ3選というテーマでお話をしていきます。これからご紹介するアプリは全て無料です。しかも持っているだけですごく勉強がはかどって、そして時短にもつながりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速1つ目です。じゃじゃん。筆順辞典というアプリですね。こちらのアプリは実際に筆順を調べることができますので、例えば書道の練習をされていて、あれこの漢字ってどんな筆順だったっけってちょっと自信なくなっちゃう時ってありますよね。私も結構未だにこの中国ならではの漢字とかって結構出てきて、その漢字を調べる時にこの筆順辞典結構使うんですよ。例えば最近調べたのだと、この字章っていう字なんですけど、あんまり書き慣れなくって、あれ書き順これで合ってるかなっていう時に確認するために使っています。で、このアプリのすごいところは筆順だけではないんですよ。例えばこの章っていう字の読みがわからなかったら、その漢字を指で入力するとその漢字の読みまで調べられますので、例えば書道をしていて、この漢字ってなんて読むんだろうって思った時って普通は調べられないじゃないですか。でもこのアプリで読みがわかれば、その読みをもとに字調べすることができますよね。なので書道をされてる方には結構持っておくと便利なんじゃないかなと思うポイントです。それから他にも使い方があって、例えばお子さんが漢字を覚えるとき、筆順もしっかり覚えていただくためにこのアプリを使用するといいんじゃないかなというふうに思います。例えばゆうきくんっていう男の子がいるとしますよね。そしてこのゆうの字実際に書きます。優しいっていう字だとします。そうすると、上に候補出てきますからクリックします。で、そうすると音読みではゆうって読みますよ。訓読みだと優れるとか優しいっていう風に読むんだよっていう風に分かります。で、詳細っていうところを押すとさらに詳しく分かって、例えばそのゆうきくんに対してお母さんからこのゆうっていう字の部首は何でしょうみたいな感じで言うと、ここに部首名で人弁って出てるので、人弁って答えて、うわ正解みたいなこともできるし、結構漢字を覚えるのにもいいんじゃないかなって思うんです。で、例えばお子さんの漢字覚えていただくのにあたって、まだこの漢字を教えるのは早いんじゃないかなって思う時もありますよね。でもここで取得学年っていうところに小学校6年って出てるんですよ。何年生で習う漢字かも載っているので、6年生で習う漢字だったら3年生ぐらいで教えとこうとか、そういうのの目安にもなったりとかしますよね。で、あとは礼って書いてあるんですけど、優越っていう時にこの優しいっていう字使いますよとか、俳優さんの優もこの漢字なんだよっていう風に、いろんな自分の名前の漢字を使ったいろんな熟語、二字熟語だったりいろいろ知ることができるので、その子の勉強にもつながるかなという風に思います。いろんな使い方ができますので、ぜひぜひ皆さんも活用してみてください。それでは2つ目です。こちらです。雲章処方辞典というアプリです。これは私もほぼ毎日使ってるんですけど、ちょっとその良さが伝わるように皆さんにもお見せしながら操作したいと思います。で、まずこういった画面になりますので、このチャイニーズキャラクターって書いてあるところに調べたい文字を打ってください。今回ちょっと雲っていう字で調べてみますね。で、雲で検索をかけます。そうすると、まず楷書でわーっと字が出てきました。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15個も楷書の字が出てきました。楷書だけでもこんなにバリエーションあるんだみたいな感じですね。で、隣の行書なんかをしてみるともっとたくさんの量が出てきて、草書なんて67個もありますよ。すごいですよね。篆書は6個、隷書は14個も書き方の例が出てきます。なので自分で作品を作りたいって思った時に、例えば隷書で雲って書きたいって思うとするじゃないですか。でも自分の中の引き出しに雲っていう字で隷書があんまりちゃんと思い浮かばないなっていう時に、このアプリで雲って調べるんですよ。で、隷書のとこをクリックすると雲っていう字だけで14個も候補が出てきますよね。なのでこの中から自分が好きな雲の形を選んで、それで作品を書くとかっていうことができてしまうんですよね。で、これ普通だったらですよ、もう一昔前だったら辞書で調べるのが一般的でした。でも今はこういった便利なアプリがありますので、かなり時短になっています。で、辞書で調べてた時には本当アプリの5倍ぐらいの時間はかかるかな、調べるのに。
本当にこれ持ってないです。アプリだったらもう一瞬でパーって出てくるんですけど、辞書で調べるともう5倍ぐらい時間かかるので、もう忙しい方にとっては絶対今はアプリの方がいいかなっていうふうに思っちゃうかな。で普通にね、この出てくる候補も過小期とか、普通に王羲之とか曹全費とか貯水量とか愚西南とか、みんなも聞いたことあるような、そういったこの有名な古典の中からこう選ばれてる文字だったりもするので、信用性もあるかなっていう感じがします。造像記とか本当いろんなジャンルの字が出てきますので、結構楽しんで見れると思います。本当字調べ以外の用途でも普通に時間潰しにも使える移動中とか見てるだけでも本当に楽しいです。でこれもっとすごいいろんな機能があって、このラスターってところを押してください。ラスターってところを押すともっと鮮明な画像が見れます。これなんかカラーですよ。カラーすごいですよね。でさらに画質よくというか、しっかり墨の濃淡とかも見たいっていう方はこのラスター画像で見た方がよくわかると思います。でベクター画像っていうのはちょっと白黒なので平面的に見えてしまうかなっていうところがあるので、初心者の方はこの左上のボタンクリックしていただいてラスター画像で調べていただくとより勉強になるかなっていう感じはしますよね。吸収しやすいと思います。で上級者の方はこのベクター画像でもきっと吸収できると思うんですよ。初心者の方がベクター画像を見ながらこれをお手本に書くって超難しいので、ただこのベクター画像、白黒画像でラスター画像と同じような感覚でこう入れることができる人っていうのはすごいセンスの持ち主なので、本当に上級者レベルなんですよ。だからすごい自信持っていいと思います。他にもいろいろ使い方あんのかな。でこれって全く広告出てこないんで、そこもすっごくいいところ。広告ってちょっと嫌じゃないですか。結構操作の邪魔になったりとかするので使いづらいなって感じること多いと思うんですけど、このアプリに関しては広告も出てこないし、しかも途中で課金してくださいみたいなのが入ることもないんですよ。課金全くなくって本当にずっと無料で使えますので便利です。Wi-Fi 環境がなくても別に速攻出てくるっていう感じ。タイムラグがないんですよ。待つ時間がないので一瞬で調べられるっていうところがすごくメリットだなと思います。ぜひ皆さんも入れてみてください。はい、それでは3つ目、こちらです。書道プラスというアプリですね。これも字調べをするのにものすごく役に立つアプリなんですが、さっきの雲章処方辞典と大きく違うことがあります。それは雲章処方辞典は1文字ずつしか検索できないんですが、この書道プラスは2文字同時に検索したり、もっと5文字とか6文字とか文字が増えても全部一気に検索にかけることができるっていう便利なアプリになります。ですので私はいつも生徒さんや自分でもそうなんですけど、落款を書くとき、落款っていうのは署名ですね。例えば私だったら家宝って作品の最後に名前を入れるんですけど、作品に合わせてどういう落款を書こうかなっていう風に考えるときに使っているアプリになります。どういうことかというと、今実際に操作してみますね。このキーワードっていうところに家宝って入れてみます。そうすると見てください。こんな感じで左右に花と大鳥が並ぶので、今回はこの組み合わせでいこうかなとか、今回草書にしたから草書の署名にしようとか、今回は楷書作品だからちょっと固めの行書の落款で選んでみようかなとかっていうことができるんですね。でこの花にはどの大鳥が合うかなっていう風にこうスクロールして左右に並べることができるんですよ。すごくないですか？めちゃくちゃ便利ですよね。で私いつも生徒さんに言ってるんですけど、作品がうまく書けても署名が下手くそだと台無しになっちゃうから、署名もしっかり書いてねっていう風にお伝えしてるんですよ。だけどもみんなはそれを聞くとちょっと困った顔して、でも名前が一番苦手なんだよねとかって言ってるんですよね。なのでこの書道プラスっていうアプリを生徒さんに伝えて、これで自分の名前検索かけてくださいって。でそれでマッチする、その作品にマッチするように名前を決めてくださいっていう風に言ってるんですよね。そうすると生徒さんも迷わずに、じゃあ今回はこういう感じで落款を入れてみようと思いますみたいな感じでスムーズに署名を書くことができているので、ぜひ皆さんも自分の署名を書くときに使っていただきたいなと思うアプリになります。はい、ということで今回は書道に役に立つアプリを3つご紹介してきました。筆順辞典、雲章処方辞典、
書道プラスですね。これをスマホに入れておくだけで、時間がない時でもサクッと字を調べることができるようになります。ですので、書道の練習効率がぐんと上がるんではないかなと思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。とは言っても、アプリで補えないものもあると思うんですよ。そういった場合には従来のやっぱり辞典ですよね。こういうのはやっぱり必要になってくるとは思います。アプリで足りない部分ではこういった辞典を使って調べるようにしましょう。辞典の方がなんか細かく分かれてたりとか、ジャンル別に分かれてたりとかして見やすいところもあったりもします。で、アプリには載っていないようなところまで詳しく載ってたりもしますので、両方をうまく活用しながらやっていけるといいかなと思っています。今回の動画役に立ったと思っていただけたらいいねよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。